こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。すごくね、個性的なイラストですよね。よろずやさんの作品で、タイトルはフォーリナ。以前作ったオリジナルキャラをリメイクして新たにイラストを描きました。添削してほしい部分は、作品のクオリティをこれ以上上げるにはどういった方法があるかや、この絵のどの部分を詰めていくべきなのか指摘をしてほしいです。抽象的な内容で申し訳ないです。現状私は自分の作品をどの方向に成長させればいいのか全くわからない状態になっています。そのため自分の作品を見てプロからの意見が欲しいです。長文失礼しましたとのことです。はい、ということでよろずやさん、ご応募ありがとうございます。とてもね、個性的で良いイラストだと思います。それとですね、線の勢いが特にいいですね。こう線が走っている感じというか、アップにしてみるとよくわかると思うんですが、線自体にねすごく勢いがあって、シャッシャッってね、こう魅力的な線ですよね。こういった線って描き慣れないとなかなか描けないと思うので、たくさんの線を描いてきたんだなっていうことが伝わってきます。はい、すごいです。で、その上でこの絵のどこを添削していくかなんですが、この絵が抱えている問題、大きく分けて2つあります。1つは見ている人にどう思ってほしいのかいまいちわからないということ。そしてもう一つは白に頼りすぎっていうことですね。見ている人にどう思ってほしいのかわからないというのは主にキャラクターの問題なんですが、キャラの格好全体を見てみると特にそうなんですが、キャラクターの格好はセクシーな衣装を着ていて、おしゃれをしているような見た目なんですが、その一方で表情はというと、目の玉がね極端に小さくて、そして白目の部分が黒になっていて、白黒反転したような目になっています。これは非常に怖いですね。で、ポーズも表情もこう脅かしに来ているような表情なのか、これもねちょっと怖いポーズになっています。このですね、可愛い衣装と怖いポーズ、怖い表情、この相反する2つの要素、ギャップがですねいい感じに作用し合っているのであればいいんですが、この場合はですねちょっと反発し合ってしまって、なんか気持ち悪い印象で終わっている感じがします。ただね、この方向性については僕ももしかしたらそういう良さを理解できていないだけという可能性もあるので、いいとして、もう一つよろずやさんの絵の成長を阻害しているものがあると思います。それが白の使い方ですね。これもですね後で詳しく説明しながら添削していきますが、よろずやさんは白に頼りすぎているような印象です。そのせいでこれ以上クオリティの上げ方がわからないってね、行き詰まりを感じてしまっているんだと思います。なので今回はその2点について着目しつつ添削を進めていこうと思います。それでは早速いってみましょう。まずはじめにですね、キャラを取り巻いている巨大なこの輪っかを調整します。はい、ちょっと斜めにしつつ白色をやめて少し色をつけてみました。細かく見てみるとこの真ん中にねスリットも入っていますね。で、なぜこうしたのかというと、一つはさっきも言ったように白に頼りすぎ問題です。白ってですねとても便利な色で、印象を引き締める効果だったり画面から物を浮き立たせる効果があります。なのでとても使い勝手がいい色なんですが、注意が必要なんです。それは多用しすぎると画面から奥行きがなくなってしまって平坦になってしまうっていう嫌いがあるんです。このイラストはですね、輪っかも白だし、背景に輝いている星々も白だし、あとはキャラもねこう白くぐるーんと囲んでいるんですよね、このラインで。なのでそれぞれの白が同じように前に出てきてしまって、画面の印象が全体で見ると平坦に見えてしまっています。それを避けるために一旦白を取る形で進めています。あとですね、輪っかの位置を変えたのは、添削前はですねこの首元に輪っかが来ているんですが、これが原因でですねこうキャラクターがこうグッとこう締め付けられて、おえーみたいな感じになっているようにも見えなくもないんですよね。おそらくね作者さんにそういう意図はないと思うので、勘違いを防ぐために位置をずらしました。で、次これはですね結構悩むんですが、一旦修正してみましょうか。はい、これですねちょっと僕には分かんないんですが、この絵は怖い絵にしたいのか、それとも可愛いもしくはセクシーな絵にしたいのかっていう問題です。題名がですねフォリナーっていうことなので、理解できない生物っていう感じにあえてちぐはぐにね書いたのかもしれませんが、それにしてはですねちぐはぐなのは顔の表情だけなので、そうだとするとちょっとね中途半端なんですね。なのでポーズなどは一旦据え置きにして、今僕が感じている気持ち悪さだけをね取っていくような形にしたいと思います。
で目もそうなんですが、ベロもねちょっと出過ぎていて、これもですね結構気持ち悪さにつながっているような感じがするので、そこも和らげていきます。はい。でですね、今気持ち悪さを直すって言いましたが、これ言葉で説明するのは大変難しいです。気持ち悪いものを描いちゃダメなのっていうと、全然そんなことはないからです。じゃあこのイラストの場合、なぜ気持ち悪さが問題になるのかというと、果たして作者がそういうものを意図して描いたんだろうかで、見ている人が混乱する中での気持ち悪さだからです。可愛く描こうとして失敗して気持ち悪くなっちゃっているのか、それとももともと気持ち悪く描こうとしているのか、もうどっちなのか分かんないんですよね。それゆえにですね、感想が言いづらい絵になっちゃっているとも言えると思います。もし仮にね、この絵は怖さを表現したかった、気持ち悪さこそ表現したかったっていうのであれば、もっとねこうモンスターチックな造形を取り入れたりして、意図的に気持ち悪くしたことが伝われば、そっちの方向でもいいと思いました。それはそれで描くのが楽しそうですよね。この添削ではね、そっちの方向ではなくて綺麗めな方向に舵を切っていきますね。さて肌色も少し色を入れてみましょうか。やってみます。はい、このね肌色の部分は白ではなかったんですが、白をなくしていく過程で画面全体的に少しねカラフルな感じに振っていきたいと思うので、肌色も若干明るめに調整しました。そして髪の毛も同じように少しくすみを取ってサイドを上げてみますね。やってみます。はい、こんな感じです。ポイントは白いハイライトではなくて黄色いハイライトを入れてみたことでしょうか。これはですね、絶対黄色を入れましょうというわけではないんですが、今まで白に頼りすぎていたっていうこともあって、色を入れることによってどのような変化があるのか分かりやすくするためとも言えますね。はい、ものは試しです。さあ、そして足です。足はですね、ちょっとここ問題なので直します。はい、足はですね、もともとタイツを履いていたんですが、これですね、後ろの宇宙を透かすような感じのデザインになっていて、あまりねこう見えませんでした。寄ったらね、あ、ここタイツなんだって分かったんですが、こう引いた状態で見るとですね、ここがあんまり見えなかったんですね。これはですね、意図的にそうしたんだと思うんですが、意図的だからといってそれがいいかどうかは別問題なんですね。僕はですね、パッと見た瞬間、正直ね、足が途中でこうぶった切れてる、なんでって思いました。つまり作者さんは良かれと思って工夫した部分なんですが、見ている人にとってそれがプラスに働くとは限らないということなんです。この場合は足の一部が見えなくなったせいで、ちょっとねこう奇形にも見えなくもないので、なおさらですね、そういう場合には透かす場所を別に移すことで解決するかもしれません。やってみます。はい、タイツではなくて服を透かしてみました。体の胴体を透かしてもね、あ、体がない、奇形だという印象にはつながりにくいと思いますので、こうするのも手ですね。さて顔周り、足回りの色を持ち上げたので、他の色も合わせて調整しますね。やってみます。はい、こんな感じです。キャラクターについては以上ですね。次は背景の添削に移ります。背景は素直に綺麗な宇宙を描いていこうとしているのが分かります。ただね、ここも星の色がですね、白すぎですね。全体で見た時にかなりね、前面に星がぐいっと前に出てきてしまっている印象があるので、ちょっとね、単調に見えてしまっている感じがします。よろずやさんがこれ以上進化したいというのであれば、一旦白を封印してみるのは一つの手かもしれませんね。まずはこうします。
はい、背景のねグラデーションを描きました。ちょっと申し訳ないんですが、一旦ね白が目立つ星々は消してあります。これね後で書き足しますので少々お待ちください。次はこんなのもありでしょうか。はい、ただね小さな星々が散らばっているだけだと少し寂しさがあるので、惑星を何個か書き足しました。これによってね画面にリズムも生まれますよね。単調さが和らぐという効果があります。それとね四隅が同じ色だとこれもちょっと単調に見えるので、その印象を下げるためにもこういうのもありでしょうか。はい、画面下に大きめな惑星を追加して画面の上下で色を変えてみました。これだけでね印象が随分違ってきますので、なんか単調だなって気になったら画面の四隅の色を変えてみるということは意識してみてください。さあ消してしまった星々を書き入れますね。はい、こんな感じです。ポイントはですね、ここも全くの白を使わないことです。これアップにしてみると分かると思うんですが、ちょっと赤みがかっていたり黄色みがかっていたり、あとは青みがかっていたり、全くの白は使っていませんよね。こうすることでこう引いた時にですね画面に奥行きが生まれますので、これはですね非常に細かいポイントなんですが意識してみてください。ただもともとあった星座のつながりのようなものを追加してみましょうか。はい、こんな感じですね。で、最後仕上げですが、今まで白でキャラクターを囲うことで出していたキャラの浮き立たせ効果なんですが、白じゃなくて明るい色でふわっと交際を描いても同じような効果を出すことができます。こうです。はい、こんな感じ。白でパキッとね囲わなくてもキャラクターを浮き立たせることができましたよね。あとはこれも途中で消えてしまったエフェクト効果書き足していきます。はい、最初にあった液体が垂れるようなエフェクト効果なんですが、これもねちょっと目立ちすぎていた印象でした。エフェクト自体は面白いので使いどころによっては目立った描き方をしてもいいんですが、今回はねもう少し落ち着けてあくまでキャラクターを引き立たせるぐらいの印象に留めたという感じです。今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。作品のね意図が伝わりやすくなったかどうかはちょっとわからないんですが、怖さがねこう軽減してキャラクターに目が行きやすくなったのと、あとはね白を減らしたことで作品に奥行きが生まれたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ただねこうしてみるとやっぱりね白ってすごく手前に来る色ですね。画面の強さは圧倒的に前の方が強いです。それゆえにねこの白に頼ってしまいがちなんですよね。はい、今回の添削は白の使い方に着目しながら添削を進めてまいりました。白ってねとても強い色だけに、そして使い勝手がいい色だけに多用してしまいがちなんですが、気をつけないと自分の意図と違う場所を目立たせてしまってちょっとね伝わりづらい絵になってしまったり、あとは絵全体に白を入れてしまって平坦な印象の画面になってしまったりと、扱い方が難しい色でもあります。今ねよろずやさんは自分の伸び悩みを気にしているようなので、一旦白を封印してですね白以外でどうやって絵作りするのかということを考えてみると成長につながっていいかもしれません。ぜひチャレンジしてみてください。それと今回は背景の色を明るくすることでキャラクターを浮き立たせるやり方を紹介しましたが、キャラ自体を調整することでももちろんね浮き立たせるやり方もあったりします。こちらの動画気まぐれ添削95厚塗りうまく描く方法が知りたいでは、キャラを書き込むことで背景からうまく浮き立たせるやり方を紹介しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にコーナー気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。